テンブランク初の全国ツアー、世間のイメージとのギャップをどう演出するかアイデアを出し合う。6話のだから多分冒頭はライブシーンもしくは楽屋、つまり一見インテリなバンドじゃないですか。こうなんか涼しい感じでライブやってんのかなと思いきや、実はこう命がけでやるタイプのバンドだったというか、死にそうになりながら、だから修羅場、だからそこから始まるのがいいんじゃないですか。ライブで初披露となる楽曲「チェイシング・ブラーリー・ラインズ」。観客が一緒に歌いやすいメロディーにするため話し合いを重ねる。すっごいメロディーがなんか覚えられないのは何でしょう。もともとって前の方が覚えやすかった。そう「You are みたいなその前って確かに前の方が面白いですかってなんでここサビをどうしようって言ったら、いやみんなで歌いやすく歌うにはリズムがちょっと細かいっていう感じだったんですけど、前のやつでリズムを変えるぐらいの方が前のやつでもう一回聞きますか。まあこっちの方が分かりやすいですよ。あと歌詞によるかもですね。歌詞のリズムどう乗せるかに。ちなみにここの歌詞は英語のイメージ。いやーどうなんだろうね。日本語だとどんな言葉がハマるんだろう。日本語であんまこう合唱するイメージがあんまわからないけど。少なからず「ルーラールーラー」とかはここは英語ですね。そこの流れはね。でその後の今言ってたメロディーが分かりにくいっていうところは日本語になるところです。そうかもしれない。限られた撮影条件の中で何を撮るべきなのか構成を考えながら取捨選択をしていく。まあ最初は全国ツアーやな。別に全国ツアーの一発目のライブだけってことでもいいんですよ。ライブをしっかりできる。縮小していくんだったら衣装替えなしにしようぜとか、とりあえず1曲分歌ってる分だけにして芝居は別にしたい、切り離すみたいなことを。ただ1回のライブだとしても曲が1曲がいいのか、その1回のライブの中での何曲かをモンタージュっぽく見せていくのか、どっちがいいかはなんか俺は後者の方がいいような気がする。だからそのツアートラックとかどこら辺まで必要かは任せます。俺の中ではマストで。俺の中でマストなのはかっちょいいライブ映像と一方インタビューしてる藤谷のカットバック。もちろんその全国回ってるツアートラックとかがあったらあったで素敵だとは思うけど、別になくても俺はいい。これは俺コンテベースで話をした方がいいと思います。この3からタイトルまで。ここからもう結構もう3からはイメージの世界だと思うんですよ、本当に。俺のイメージだと考え方だと5がちょっと余計なんじゃないかなと思ってるっていう。なんかでもその5もイメージの中に入るぐらいの尺で、そしたらすごい短い尺っていうことがいいんじゃないかなと。この今のこの感じを短く取れるか、まあ台本の時から削っとくか。テンブランクがあんなに満身創痍なバンドなんて思わなかったですよ。なんていうかもっと頭脳派でクールな人たちかなって言ってる時に裏にかかってるぐらいの尺があれば多分成立するんで。でも結構まあ今の感じで撮っといてもすげえ早口でバーってやり取りしてるんだろうからいける気もするけど。ステージ上で必要なのは一番最初はめちゃくちゃスターになったテンブランクが必要じゃないですか。でその次はもう藤谷も含めて満身創痍でもう汗だくになりながら演奏しているテンブランクも必要。あとは絵的にサービスカットみたいな、なんか要は高岡と藤谷がすげえ近い距離で歌ってるのとか、そういうのを結構なんか決めで狙っていくみたいなイメージだと思うんですよ。なんとなく一曲ライブをするっていうよりかは、このギターソロのところを決めで狙っていくとか、そういうのがいい気がする。そういう曲にした方が。ライブシーンの撮影に向けた打ち合わせでは限られた撮影時間を考慮しながらサポートメンバーや楽曲の構成を話し合う。後藤さんこの話サポートメンバーって俺はあった方がいいかなと思ったけどいらない。何を入れるのかむずいんですよ。ピアノはいなそうじゃないですか。じゃあベースが1人いるんだとしたら、なんかそいつが1人いるっていうのもな。だからベースとかコーラスとかコーラスとかってなんか
バンド内だと別にメンバーがやるばこと足りることではない。オーケストラ入れますとかだったら意味はわかると思うんだけど、そちらそうういう音がこう数が増えてリッチになるのは面白いかな、聞こえ方が違う。 M4 を本当にやるかどうかを考えなきゃいけないんですけど、というのも別にやりたくないわけじゃないです全然。実質時間が飯込んだら7時間しかなくて、7時間で客向けも含めて全部消化しなきゃいけないっていう。でもやっぱ前も言ったこと同じになるけど、最初と最後の時間経過が必要ですよ。1曲目だけやっても命削ってる系バンドの表現ができないですよ、1曲だけで。少なくとも1曲丸々をやる必要はないですよね。まあ、どっちかというとやっぱ大事なのは後半だと思うんですよ。後半のライブをしてるみんなの表もし M4 やるとしたらもう出だしだけでいいよ。現。出だしだけでいいと思うんですね。またどこまでなのかっていう、そのどこまでドラマ的に見せてどこから その M 級につなげていくのかっていう作戦がいけてたらそこまで。でもそこは本当派手に登場したとかかっこよくなってるってことさえあればいいから。ドカーンと M4 ドカーンってオープニングドカーンだけをとりあえず集中して頭やって、M 級の方はまあある程度尺が必要なんで、しっかりとっていう感じだから、それが満身創痍のものなんで。ライブ前のエンジンシーン、テンブランク全員で掛け声を発案する。時代を動かそうね。シェーンいける言ってからがいいんじゃない、もしかしたら。キャラ的に茜が先導してシャーっていうか高岡かどっちかなっていう気はしますけど、ワン、ツー、スリー、シャーみたいな。なんか確かにね、今、動かせよぜ、シャーだけだとなんかちょっとぬるっとしちゃう。そうなんだよ。なんかそれが欲しかったね。まあ例えばなんか言うとかだよな。もう行こうとかなんか言って言うとか。なんか天が10だっていうことを発覚して、ちょっとなんかそれを交えたいここに子供がいるんだけど、それまで発覚してなかった。ゴータスのがテンブランク。そういうことだ。こういうのがいい。こういうのがいい。天が好きみたいな。取り方でも別に。まあ言うならでも目線でもいけそうな気がする。だからこうなってて、こう行ってで息遣いみたいなのでみんなでシャーとかでも多分ちゃんと成立するようにそういう風にやった方が逆に変に決まったやつをやってるよりはちゃんと各々のが分かるから。究極はやっぱ芝居とその6話から7話の時間経過した後のみんなのちょっとその一つレベル上がった感じ、でこのスタッフも多い中でみんなに気合が入ってでオープニングが始まるっていう感じだと思うんで1曲目がだからそこにこう勢いがつけばいいと思って楽屋シーンの撮影、満身創痍のテンブランクをどう見せるのか話し合う。最初わーみたいなの見ちゃったわ。もう修羅場のにしちゃった方がいいと思う。もうまだ終わりじゃないから、でやばい人たちが来るの分かってて、そのタオルとか水とか。なぜかっていうとなんか4人で戻ってきて何しに来たかっていうちょっといまいちよくわからない可能性あるなと思って一回こうそのとりあえずよかったですよみたいな雰囲気を作っといて。まあ、よかったっすよとかはあっていいと思うけど、そのテンション感、まあじゃあそれをもうちょっと落ち着いてないわ。ちょっとピリピリッとしてる感じにして、結構もう大声が飛び交ってる。最後。ああ、疲れてる感じをね。大丈夫そう。ちゃんと水入った瞬間見逃さなかった。
ついた瞬間入ってたの60度ぐらいあったね。水がね、分かった。あったかかったよね。60度あったね。ね、マジで。最感。それで見てたよね。結構な勢いで入ってる。マジで。確かにぬるかった。めちゃくちゃシームの若いっすね。はい。インタビューシーンの撮影。不可能です。ステージで力をセーブすることが考えていないわけです。見る感じ、この感じもいい。カットを一つ一つ確認しながら撮影を進めていく。ライブシーンのリハーサル、翌日の撮影に向けディテールを詰めていく。じゃあざっと明日やるシーンの流れを説明します。まず最初 M4 をやります。でこれは全国ツアーの最初の1曲目で、演出上はまあ先生多分ここにいると思うんですけど、ここに先生が藤谷にいて、でちょっとその演奏する前のが藤谷がどこにいるかわからないみたいなことをちょっと取りたくて、でなんか精神統一するちょっとふーという、演奏前のちょっとそういう雰囲気があってドンと始まる。これ日比谷の野音でやったやつと同じなんで、始まりがなんで、その日比谷の野音から、こうアリーナツアーに大きくなったよ、スケール感が大きくなったよっていうのを表現したいです。ダッシュのタイミングがどうしようかな。どっかで1回でいいからちょっと走ってほしいなっていう。割と多分どこでも行ける感じではあるんですよ。最後に僕と君でいいよって走って、もうこういうことになるっていうパターンも、真ん中で走るとなるとどこだろう。そうなると多分1サビになるんじゃないかな。歌いながらになる。歌いながら走るって声ができるんですよ。サビをどんぐらいその歌わせる感じにしますかね。You know You Are Beautiful とかのところを、まあ俺が歌わずにこうやるのか、全部歌うのか。今練習してないから。まあじゃあこの1行でいいんじゃない ?You know You Are Beautiful で。をファンが歌えるようにしといて、そのままジャストアスまではまあ歌うとして。はい、これはまあ藤谷が歌うでいいよね。そうね。はい。ライブシーンの撮影、限られた時間の中、大勢のエキストラと共に撮影に挑む。
今合わせたのはパッて開けて、開ける瞬間に僕はキーを出して、吉田さん、その分だけ多分ちょっと言ってるから。はい。照明調理したいです。だとしたら、例えばカウントを入れてもらって、クリックを入れてもらって、それに合わせて、それがいい。それがいい。じゃあちょっとこの作業。はい、パってレレレってってことですね。バー。アクション。自問自答はもう終わりにしよう。常識と非常識を別次元に変えてくんだ。心が動いてる。命かく言ってる。命がくすんでくみせび泣き叫ぶ魂の坂を止めどもないこの言葉に宿して例えば全てに真実と嘘が紛れ込んでしまう希薄な時代でも今日迎えました。いや、もうラストスパート頑張ります。ラストスパート頑張ります。何それ。もしかして初めてそういうみたいです。ちょっとそうね、答える側は得意なんだ。する側はちょっと慣れてない。じゃあ、今日のファッションポイント。今日のファッションポイントは切り込み。切り込みだいぶいってますね。でもこれ切り込みなんだけど、ちょっとだいぶいってますね。レイヤードに見えるんですよ。ああ、意味わかります？こっちも。ああ、レイヤード感ある切り込み。はい。レイヤードに一瞬見える。なるほどな。やっぱタンクトップ。そこはちょっと藤田にリスペクトを込めて。いいっすね。でも白タンクで似合う男いいっすよ。似合ってます。一番似合ってる。できた。シソンシール一番似合ってる。シソンシール一番似合ってる。俺が一番好き。俺これから全部タンクトップで全部出ようかな。いけてる？白の無地。どうですか？今日迎えたお気持ちは？綺麗なので行きたい。ああ、5000人ぐらい皆さん来てくれたんですよ。応募はもっと倍ぐらいあったらしいです。話すことない時こそ絞り出す。じゃあ、ちょっと今日のファッションポイントについて。ああ、何ですかそれ。これはそのベタついて。いいですね。叩きづらくないですか。いいと思います。見て、俺が撮っただけで。やば。やばいっしょ。なんかエモくない？雰囲気しかない。どうですか、写真集専属カメラマン。おお、いいね。でも今日のこの独特なライティングだから。違うよ。違う。これもよかったらこれで。違う。全然違うよ。ねえ。ちょっとこれ買い取るレベルでかっこいいのかな。どう？これ買い取るし。さすがに。俺が買い取った。ワンクラブに買い取った。子孫。それが子孫から買い取った。そうだよ。二人もじゃあ後で。
後で更新しよう。この後のカットで皆さん映ります。ネット出ます。テンブランクのこのライブシーンを作るのは本当に皆さんなので、思いっきりなんだろうな、日頃のなんかこう思いを写真して嫌なこととかムカつく上司とかなんか全部僕たちにぶつけてください。坂本の茜に対する気持ちが変化していく描写。2人の背景と関係性を考えアイデア出しを行う。なんかテンブランクって坂本と茜はすごく同じ境遇、つまり高岡はある程度実績があって藤谷は天才でっていうところなんだけど、坂本も茜も何の実績もない中突然藤谷に呼ばれて突然やれって言われてバンドに入ったっていうのが2人は同じ境遇にいて、まあ年代も一緒でっていう感じとかがもうちょっと前半でなんかそういうつながりあったりとか、だから茜も茜で音楽以外のことも坂本には話せるこう茜は全然坂本を恋愛対象として見てないけど、だからこそこう何でも話せるみたいな、そういう原作にはそういうところあったんだけど、そこら辺がやっぱこうなんか欲しいということがあるから、多分4話とかに行っちゃったらもうあとはもう、ね、ラブで突き進んだけど、多分23話でそういう茜とのやり取りみたいなのが入れられるといいんだろうなっていう。坂本の魅力を話し合い脚本に反映していく。見てる側がなんだ坂本君もめっちゃいい男じゃんって思えるのはドキッとする瞬間もあるかもしれないけど、その前になんか2人の空気感で、まあ、友達なんだけどめちゃくちゃいいみたいな、例えば4話からの流れとかの感じっていうのがどっかに出ないかなとは思ってはいた。まあもちろんそれがあったらいいとは思うんだけど、嫉妬してる顔が一番いいんですよ。だから坂本がその嫉妬した顔で2人を見てる、茜を見たりしてる顔が、まあ、一番坂本のその魅力ポイントというか。神社に行く前、ホテルのロビーでのやり取りを撮影していく。神社での撮影、嫉妬する坂本を描くためカメラの動きと3人の演技を確認する。今茜が止まってそれを抜いてます。やってるし、今のは先に茜ちゃんの方が先に行っちゃった。
このあのカメラに対してスリーショット、この位置関係でちょっとこのまま進んでいきたい。茜は止まるの？止まんないの？茜ちゃん今こうするよね。わあ、美味しそうってなったら。そんな止まんない。15分までになってる。お願いできる。場所がわからないから。住所とかで今ここにいるこの人に住所住所くれないと。っていうか、どういうこと？じゃあ住所から言って何をする？こういう仕事してやってほしい。ダメ。自己紹介します。そのね、お願いするっていうことが、まあ、そもそもね、間違いない。見守ってて。誰かに自分の願いを叶えてもらうなら応募だろ。応募だよ。あのね、お参りは感謝を伝える場所なの。ありがとう。神様。ありがとう。みんなと出会わせていただいてありがとう。宮崎が元気でいつもニコニコしてくれてありがとう。それがお参りなんです。何々してください。応募だろ。誰かに願いを叶えてもらうなんて。謙虚でいるよ。応募だろ。エマは大量の。あれずっと言ったの。だから俺藤谷の見た。ありがとう。ありがとう。でも健康でありますように言う方がいいです。ねえ。健康でいさせてくれてありがとう。そう、そっちだよ。って言ったら健康でいさせてくれる。生きてて生きさせてくれてありがとう。これありがとうございますだけど。そうですね。感謝することが大事。俺もなんか子孫が見てるのわかんないから細目で見ててパッて見たらもうカメラが来てた。でも大丈夫。ミュージシャンだから。そうミュージシャンだから大丈夫だ。何それ。茜が藤谷を連れ出すきっかけになるエマ。そのエマに込めた藤谷の気持ちを考え演技に落とし込む。まあ、俺の感覚とか見たら嬉しい感じ、嬉しい感じとその後に優しさっていうか、なんていうの、テンブランクファミリーのことを本当はこういうことがしたかったんですか？ああ、そういうことですよね。なんか、そうするとなんかつまり、ちなみにこれしてなくてずっとこうやって見てて違和感ないですよ。ここは見てもらった方がいいような気がします。何を見てるか分かんないけど、ちょっと待ってください。こんぐらいだったらいける。いける。ボールの来ちゃう。はい。それが、でもまあいいかな。いいと思う。どう思う？最後に最初ぐらいのがあってもいいのか。そうですね。だから今のこれが優しさだとしたら、去り際はポジな感じでふって笑ってアウトするっていうのがいいかもしれない。いいと思う。オッケー。藤谷に構う茜を見て坂本の嫉妬がピークになる瞬間、坂本の内面をどう表現していくのか話し合いを重ねる。どこに見えるかそんなことある？いや、これすごい長くない？失敗してるの？いや、こっから入れようとしてるんじゃない？ミルクを。だからここに溜まって、あれ？最終的に茜がやってくれるってこと？あ、そうですね。はい。変わったんですよ。変わりました。で、それをこう見て、その顔で見てて、で、向こう側にアウトします。まあ要はジェラシーじゃないですか。坂本からしたら。だから茜が隣に座ってもいいのかもしれない。蓋にミルク入れるときにここに座るときに。座って。で、この間に。だからなんなら俺から取り上げない。やる変わったけど。コーヒーダーまでは俺も立ち止まる理由ないじゃないですか。多分茜が座ってるから立ち止まる理由にはなると思う。
なんかその2人を見てるみたいな描写がめっちゃあるから、なんか差別化していかないとな、普通マッチになりすぎても視聴者と勝ってるじゃないですか。でもそうなんですよ、不機嫌になっていくのが逆に美味しいポイントになるから、だからこの次のシーンとか、藤谷さんのこと好きだったんだよねみたいなところはもう不機嫌に返していいと思うんですよ。本当何も分かってない、そっちの方向でいい。だからずっと見てるから、差別化というか積み上げというかグラデーションが大事で、多分ここが最後で、ここで茜が残ってるって思うんです。私なんかした？自分で考える。あ、先生いつの間にコーヒー。どうかした？トイレ。ちょっと貸してください。どうかした？川沿いでの藤谷と坂本のやりとり、坂本が茜への気持ちを宣言するまでの流れを話し合う。なんかこの音楽のくだりでチョコを食べるシーンか場所か、もしくはその後ね出る面倒見いい人になってきたよねあたりまでの間で、なんか2人の空気感が最初ちょっと坂本がずっと怒ってたりとか、なんかいろいろしたんだけど、最初は呆れてる感じから始まるんだけど、結果この2人音楽の話したらなんかひがみ合いながらもその楽しいっていうか、楽しいってわけじゃないけど、こう息が合う感じ、なんか仲いいなっていうか、波長がこの作曲家同士で波長が合ってるんだなとか、そういう感じにこう最初の段階からこう なるといいなと思って、でその先になんか藤谷さんにとって大事なものがあるんじゃないのっていうところがあったけどなっていいっていう感じのまた次の段階がある人がいるにして、なんかどっかでこうそういう雰囲気になるといいなっていうのは思ってる。もうこうなると結構もうずっとこうなるでしょ。もうちょっとタイミングを遅らせる。そのメモに行くで、それでこっちの俺、逆に俺こっちでもいい。向かってもいいぞ。そうかもしれない。例えばこのチョコのところまでずっと立ってる。本当はここ難しいな。チョコの時にこんぐらいの方がそのチョコの絵のイメージ的な、そうなんかこれだとちょっと仲良くパワーバランスが上から来てる方が濃いかなと思って。でもそうするともう座れないね。ずっとチョコ渡しちゃったら、だってその後さ、好きなんだよねみたいな話になるので、まあだから西条もらっていいのところの時に座ってんのもなんかキモいよね。そうするとそれがこっち座っちゃうって手はある。離れてわざと、そのチョコ渡して呆れてはーってなってこうなって、だったらさ西条もらっていい、こういうやり方はまあなとは思うけど、ずっと立ってるとちょっときついかな。一回でこっちに座らないパターンで、こっちがやってみて、それでここは俺の今の演出としてのポイントで、俺だってちょっと今の芝居で見えてないんだけど、この坂本君が俺だったらって言って上見てるじゃないですか、その顔がなんか藤谷が素敵な顔だといいな。坂本見てる顔、そう見てる顔が、なんかわーってこの何かを坂本君のイメージがバーって湧き出てるのをバーって書いてるのを見てる藤谷のが素敵だといいなと思ってるし、これ潔がテンブランクの全国ライブを中止に追いやるシーン。潔の動機を考え脚本に落とし込んでいく。18の潔はさっきのそのテンブランクをキャンセルしたい動機
問題、藤谷に勝てないから嫉妬でっていうことというよりかは、やっぱこう、そう藤谷と一緒にやりたいんだよね、多分潔って。寂しいというか、そういう感じが出るといいよね。でも単純にやっぱやんなきゃいけないことは、潔のがどう思ってるのかをもうちょっと分かりやすくクリアにしておくっていうことなのかもしれない。ツアーをキャンセルされた藤谷が潔のもとへ訪れるシーン。そこでのやり取りが潔に与える影響を考える。これ要は犯人潔なわけじゃん、はい、どっかでやっぱ潔にやりみたいなのを入れて潔のところに藤谷が来るっていうのは、そのにやりとしてる潔の時間軸の後にその流れではふっとドアを見ると藤谷が現れるみたいな、やっぱそこで藤谷と潔の会話にフォーカスするというか、だからここのシーンで何が起きたのか、潔がどういう感じになったのかをやっぱちゃんと整理したい。多分これがあるからもう歯止めが効かなくなってどんどん天ブランクを崩壊させるようと高岡に言うし、フェスはなんでやるって言い出したんだろうみたいな、そこがやっぱつながってたよね、ここで。藤谷と潔がここで会うじゃん。でやっぱこう潔は藤谷とやりたくて求めててしがみつくけど、やんないって言われる。やっぱそれでもうじゃあぶっ壊そうってなるみたいなのが一番分かりやすいんだよね。藤谷との過去に縛られている潔。3年前のフェスから現在までの潔の気持ちを話し合う。回想ですね。7のラストで藤谷が来たの。3年前のそのフェスって藤谷と潔のなんか一緒にめっちゃやってた時の最高なフェスっていうよりかは、もう関係が終わってるその決定なのフェスじゃないですか。だからあなたとの最高到達点はあのフェスだよってことではなさそう。今やっぱその完全に過去の男にすごい光ってて、でフェスも絡めてもらってフェスを企画するところにまでつなげようとしてくれてるんですけど、なんかこの潔のこの弱い感じが見えるだけで十分なんだと思うんですよ、このシーン。だからずっと寂しいよ僕はみたいな感じになるのが後半というか、この潔が見えるだけで多分もう意味合いとしてよくて、そういう潔に対して藤谷がビシッともう離れちゃったよね僕たちのやることは、だから無理だと思うよ諦めるよって言って いなくなれば、寂しいまま一人残されれば十分もうこの6につながると思うんですよ。全国ツアーのリハーサル中、潔の行動に耐えきれなくなった雪乃がスタジオにやってくるシーンを撮影していく。レディー、アクション。ギター変えていい？嘘取る？緑じゃん。僕それ嫌いだわ、野菜と。潔ハウスでの撮影。2人の会話がより印象的になるようセリフの言い回しを考える。もう無理だよって、戻っておいでって言われたことに対してもう無理だよ。テレコにすぐ戻っておいでって言われたらどうしたらいいみたいな言われに対してもう無理だよ。
今日最後に反応してる感じもひょっとしたら出るのかもしれない。次で内田さん。こっちも一緒だ。はい。両方分けてもらえれば。はい。はい。戻っておいで。お願いだから俺とやろうよ。最後なんだから。はい、カット。テンブランクの全国ライブ中止から藤谷がラッキーミーを演奏するシーン。2022年の脚本打ち合わせでは全く違う構想で脚本作りは進行していた。なんか俺今一番いいなって思ったのは、ライブをするのはテンブランクなんだけど、テンブランクを勝ちに導くのはファン。なんか例えば薬の疑惑とかをかけられてライブができなくなったから、ライブ会場でできない楽器もないから、こういうマーチングバンドみたいなところで子供の楽器借りて演奏する。ファンはテンブランクを信じてたりしてるから、やっぱそれを拡散するのはファンの役目とか、でそういうファンがいて、ファンの動きでわっと世の中に広まって勝つみたいな。いいですね。なんかただこう拡散してなんとなく広がって勝つってよりファンの力でっていうのがいいですよね。なんかただの拡散のシーンって結構いろんな作品であるけど、ちょっといや嘘だろうってどうしても思っちゃうじゃないですか。なんかそのファンの力があるってとこしっかり見せれば、なんかすごい熱いものにできる。お祭りでもいいかもしれないですけど、マーチングバンド。なんかイメージはこういう子供たちがこう行進してるじゃん。行進してるなんかみこしみたいなのがあって、そこに座ってちっちゃいの。ああ、かわいいかわいい。だから運ばれてってる。全員。いいですね。あ、でもお祭りは全然いいんじゃないですか。なんか夏祭りみたいな。ちょっと上でこう運ばれてってる感じはいいです。7話以降の脚本打ち合わせ。より面白くなる展開を考えていく。何度か打ち合わせを重ねて、どう面白く最後に作るかっていうところだけお話し合った時に、7話で潔に邪魔されて全国ツアーができなくなった後に1回勝つっていうのをやらない、1回負けさせた方が逆にそこからの藤谷の立ち上がりもめちゃくちゃ強く見えるから、実はそれ結構いいんじゃないかなと思ったので説明をしたくて。どう思います？1回負けるわ。もともと何のために負けるんだっていうのは、勝つのが見れるっていう、それが見れるのが結局9話10話になると、じゃあ7、8話が面白くないよねってことに余裕でなるんだよ。別の7話、8話の面白さがあるんだったらありなんですけど、基本のことだとやっぱり何が見たいって、勝つテンブランクが見たいわけ。視聴者そこに期待して見るから、単純にそれが減る分面白みは絶対減る。でもやっぱり泣いてるファンを見たらなんかしないとダメですよ、絶対。だからそこを描かないことだったらいいけど、一回じゃあテンブランクが負けるっていうのがいいと思うけど、この問題に対しては勝てそうって思っちゃう。ちょっと例えばライブやったらじゃあ茜が死にますみたいなことだったらライブやんないじゃないですか。けど単純にライブがキャンセルされてるじゃないですか。それって別になんか今みたいなゲリラでやったり、自分たちでインスタとかなんかで発信したりできる世の中だから、それをなんでやんないんだろうなって今の流れだったらなると。でもそれすらもできない理由とかが分からない。もし作れたらそれはライブやんないよなってなる。お祭りを削ったとして、やっぱり単純にファンの人たちが悲しいんだとしたら何かすると思うんだよ。やっぱ曲作りをしようにならないと思うんだよ。テンブランクとして。でもお祭りである必要はないかもしれないですけど。坂本の心情を多く描いている7話。そのラストで坂本の気持ちを回収するための流れを考える。
ラブで行くんだったら坂本に抱きつかれる茜みたいなのがあるかなと思ったけど、それとラッキーミーを歌ってるのとどういう風な表現にすればいいのかっていうのはちょっとやっぱり迷うかもしれない。まあ普通にいいのかな。茜がなんか家にいてその悔しいファンの思いとかまあいろいろあったとして悔しい時にインスタライブが始まってカットして先生のところに行く。そしたらバックハグっていう流れでいけんの。音楽打ち合わせではラッキーミーを弾いている間に鳴っている楽器について話し合う。でラッキーミーなんですけど、たけるさんのこれピアノで一人で。そうね、ピアノバージョンが必要になってくるわけだ。あ、これピアノ？ラッキーミー。ピアノ以外の音が入っててもいいんですか？そうだからそれも一緒で、途中からもう劇団になっちゃえばいいと思う。最初はどうしても芝居であれして良きとこでもう全部入っちゃえばいい。ラッキーミーの楽曲について演技やストーリーを考えながら楽曲の構成を詰めていく。でラッキーミーについては、もう撮ったのはあるんですか？あったけどピアノのアレンジを今やってるってことですね。基本狙いとしてはラッキーミーやってる時に坂本と茜のまあその芝居が入るからっていうのもあって一応、まあ、あとはみんなが聴いているとかそういうなんかいろいろ問題するものはあるだろうなというふうに思っていて、とりあえずやっぱドラマとしては最初は始める藤谷から入るじゃん、まあ見てるお客さんもいて基本は藤谷から入ってで多分一番のサビなのかもうちょい手前ぐらいから他の人たち坂本とか高岡とかに行く。あとそのサビ要はその芝居の尺もどんぐらいになるのかで2サビで十分なんだ足りないんだったらもうちょっとアウトロ必要だし、そういう芝居の尺にもよるな。藤谷ハウスでのラッキーミー演奏シーン、演技プランをすり合わせて本番に臨む。見たつもりもないけど、見るしかそんなに見るっていうイメージはなかったんですけど、意味あるところで見るっていう芝居なんだったら、っていう雰囲気になるからで、可愛くしない方がいいじゃないですか。朝のものすごい月が光ってる。俺の家もこんな感じにしたいんですけど自宅？そう、どうやったらこんな風になる置けば一応 LED でいける。この外からのこのなんか線を刺しそうそれを設計したいんだけどそれはね、それはシャープの光が必要だから。それはね、植物の量ですよ。なるほどね。植物なんだ。坂本が茜にハグをするシーン、ラブシーンを印象的に描くため入念に打ち合わせを行う。一旦ここまでどういきなりバックハグする。いやラッキー見ていって先生に行きたいなと思って一歩踏み込んだところを後ろから流れたからこう体がもうちょっと戻るみたいなことになるかなと思って。台本に
いや本当茜は誰だかわかんないよ。それだと。もうセリフ聞いてわかるって感じで。5秒だけ西条困らせる。声でわかる。いやなんか怖いが勝つと超もったいないなって思う。ああ、茜が気づいてない状態でもハグの仕方とかじゃなくて。でも全くその予想してない。もうそのセリフをすぐ言っちゃう。でもさ、これも怖いかったな。いや一瞬でも茜がまず最初にあれっていうのがあると、例えばバックアウトでも例えば何か声があってパッてなったところに来るとかでも全然違うんだよ。ああ、じゃあ例えばだけど振り返れない振り返ろうとしたところに行くと。だよね。だから西条、振り返ろうとしたところとかだといけるのかもしれない。最後にめっちゃ好き。この全身は正面。正面。あ、もちろん。どんぐらい？そうだね。横の逆に狭い。坂本がこう来る。坂本が喋ってる時はそのより若干ちょっとこういう感じですね。振り向く。あと一間早くていいから。坂本が来るのが。逆締めるの。これが HS だもん。はい、じゃあこれでお願いします。これ全然いいんですね。あ、いいですよ。はい、じゃあ今の OK になります。はい、OK です。面白いよ。これは面白いよ。はい。ありがとうございます。さようなら。俺も垂らして。赤に垂らして。おい。やるけんのか。おい。むちゃくちゃ取れてるぞ、おい。おい、ぼっとしてんじゃねえぞ、おい。やるけんのか。お前。そんなん感じ。今めちゃくちゃ良かったよ。これ結構動いてもぶれない。今泥棒なんで。髪振りながら。やば。やば。見上げてんの意外と映ってくる。おい見上げとんな。見上げとんな。めちゃくちゃすごい練習する。言えそうじゃない。やっばー。来た。ありがとう。あ、いいじゃん、いいじゃん、いい。サムネ撮れた。いや、こっちがもっと。ラスト後半一番いいや。この辺いいじゃん。なんか生っぽくていいよ。おお。見上げたんだ。手から来てる。これやばくない？全力で感じろみたいな。